このプレゼンをする前にですね、皆さんがどういう服装をしているのかなというのをちょっと観察したんですが、それはどうしてこの話に関わるのかと。私が今日お話をするのは、ここにある通りファッションのお話をするわけです。やはり衣服に関係することかなというふうに思う方が多いと思うんですが、制服といってもですね、学校ごとに違います。でしかもどこの学校の制服がかっこいいかなとか可愛いかなということをですね、皆さんに伝える制服図鑑というようなものもあるわけです。制服といってもそこにはある種のファッションの要素があるということになります。でファッションというと確かに衣服かなというふうに皆さん思われるかもしれませんけれども、この世の中を見てみるとですね、流行りの音楽であったり、流行りの食事であったり、流行りの映画であったり、要するに社会のですね、あらゆる要素にファッションの要素というものは関わっているということに気づきます。辞書を見ているとですね、ファッションについて調べていると、流行りとか流行という言葉に続けて、もともとは上流社会の風習やマナーを意味したというふうに書いてあります。じゃあそれがファッションにどう関わるのか、これを理解するために大事だろうというふうに私が思うのが、顕示的消費という言葉と奢侈禁止令、贅沢禁止令という言葉です。顕示的消費というのは、これは見せびらかしの消費ですね。見せびらかしをするということによって、要するに俺は偉いんだぞと、お前よりすごいんだぞということを見せつける、こういう効果があります。そして贅沢禁止令というものを見ますと、これは時の権力者がですね、要するに贅沢をするなと、俺より贅沢をするんじゃないというふうに言ってですね、その社会秩序を維持してきたと、こういう要素があるわけです。ここにはファッションは社会階級に関わると、こういう見方が一つあり得ると思います。しかしながら近現代になってきたこのファッションの要素を見ると、その社会階級などに関係なくですね、人は要するに流行に乗っていたい、それが楽しい、だからファッションという要素があるんだと、これは要するに時代精神というふうに呼ばれるものですけども、こういう要素でファッションを説明しようという見方もあります。こういうふうにファッションについてはですね、要するに差別化と模倣、要するに人と要するに違うことをする、しかしながら真似をする、こういうそのバランスが必要だということになってくるわけですね。社会階級を前面に出すか、それともその時代精神というようなものを説明に使うかさておきですね、ファッションにはやはり共通項があると思います。それは何かというと、人は希少なものを身につけたい、それによって背伸びをしてみたい、かっこよく見られたい、こういう人間の根源的な欲求があるということです。じゃあそれに法はどう関わるのか、とりわけ知的財産法という私が研究している法分野はどう関わるのか。知的財産法というのは、どういう真似だったらしてよくて、どういう真似だったらしてはいけないかということを線引きをする、そういう法律です。ブランドとか、スタイルとか、そういうふうなものをですね、知的財産法がどこまで守っているのかと、あるいは守らないといけないのかと、これを考えるということはですね、知的財産法の現代社会における役割を私たちに教えてくれる、そういう手がかりを与えてくれると思います。